はい、こんにちは。日本語クラスです。皆さんお元気ですか？今日はこの写真をどうぞ見てください。うわー、綺麗だ。ねえ、そうなんです。また桜ですかってね。そうなんですよね。すいません。はい。昨日ですか？もうちょっと桜の写真を皆さんに最初にお見せしましたね。はい。これはまた違う写真で、はい、どうぞ楽しんでください。これは日本の4月の様子です。はい。ですね、そう昨日かな、昨日のビデオでちょうど日本の浪人生とか、大学にね合格できなくてふーんってしてる人とか、高校生で高校1年生が2年生になる予定だったのになれなかった人ふーんとか、そういう話しましたけど、はい、今日はですね、またちょっと違う人の話をしますね。そう日本の4月って本当面白いんですよ。そう、それはですね、あの、どちらかというとハッピーです今日は。はい、あの大学に入った人とか高校に入った人どっちでもいいんですけど、ですね、例えばじゃあ大学にしましょうか。高校生の時まではすごくこう静かなタイプでちょっと暗い人だった。例えば暗い女の子だった、男の子でもいいんですけど、ちょっと暗かったんですけど、大学入ったらよし、絶対に恋人作るぞとか多分思ってる、例えば思ってて、よし今は地味だけど、地味っていうのはこうあまり明るくないということですね。だけど大学行ったら絶対すごい明るいキャラクターになるんだと言って、すごいこう大学、高校3年生ね、3年生で3月に卒業して、4月から学校始まります、大学ね。ですのでその休みの間にこう髪の毛を、例えば黒だったのに、髪の毛の色を変えてみる。例えばよく昔あったのは髪を金にしてみる、黄色くしてみるんですね。金髪っていうんですけど、金髪にしてみてかっこいいだろうみたいな感じで、今まで眼鏡かけてたけどもうコンタクトレンズに変えますって言って、もうかっこいいだろうってやったり、とか、女の子もですよ、同じ女の子も、はい、今までとても暗かったけど大学行ったら絶対彼氏作ろうって頑張ろうって思って、すごくこう可愛くしたり、はい、可愛い服を着たりとか、はい、そういうのですね。で実際大学入ってからうわって、だって大学入ったら今までの高校生の時の友達、同じ大学に行くということはすごく少ないんですね、日本の場合。日本大学いっぱいありますから、でどこの大学に入るかも人それぞれですし、えっ、と同じ高校の友達が同じ大学に入るということはとても珍しいんですね。あまりない。私も高校の時の友達は私の大学に入ってないですね。一人しかいません。それもクラスが違う友達が大学に入ったけど、全然高校生の時友達じゃなくて、私はその人と。だからもう考えると、だからもう新しい世界に私一人で入るってことですね。そういうこと本当に多いんです。だからそういう時こそ私のこと誰も知らないから、あの大学では私は新しい人間だから新しい人間になれるって思いますよね。だからよし頑張る、変わる、私変わる、いいチャンスだと思って変わる。でそういうのを言葉があるんです、ちゃんと。はい、大学でイエーイ変わる、私変わるっていうのがこれです。ドーン。下に書いちゃいましたね。大学デビューと言います。大学デビュー。大学でデビュー。デビューってすごいこれ変な言葉ですけど、デビュー。
フランス語かな、確かもともと。デビュー合ってます？発音違う？デビュー、デビューわかんないなんかフランス語だった気がする。でもまあ今日本ではこう日本語として使われてますので、そしてカタカナで書きますからね、こうやって書くんです。はい。デビューっていうのはこう出るってことです。世界に出る。よく使うのは例えば新しいアイドル、歌を歌う、テレビでね、テレビとかで歌を歌う、とか可愛い服を着たりして、みんな知ってますか？AKB48 とか知ってます？知らない？でも知ってる人も多いですよね。私の歌じゃ分かんないですよね。はい。まあいっか、AKB48 とか、ああいうアイドルの人たち、女の子ですね。可愛い女の子、可愛い服を着た、スカートを履いた女の子が何人いるんですか？ 48 人とかですか？がのグループです。歌うグループ。はい。そういう人たちが、CD を出して、CD って出すんですかね、今よくわからないですけど、有名になりますと。はい。今まではまだ CD とか発売売ってなかったんですけど、新しく売って有名になりますちょっと説明変ですね。出ますっていうこと、皆さんよろしくお願いしますっていうのがデビューです。はい。そういうそのデビューから来てます。新しいアイドルがデビューする、デビューと同じ、大学デビュー、イエイっていうのです。はい。よろしくねっていう。はい。今までの私とは違うんだよっていう、それ、はい、がデビューです。でそれを大学生の時に、大学1年生じゃないとできないですよ、もちろんね。大学1年生の時にするとか、高校1年生の時にする、それが高校デビューです。はい。高校デビューもいいですよね。中学校の時の友達は、同じ高校に行きません。誰もいない。私しかいない。私のこと誰も知りません。ね、いいですね。いい環境ですね。だから私が中学校で何をしていたとか、どんな人間だったというの誰も知らないんですね。だからもう新しく自分を変えることができる。プロデュースできる。でだから高校デビューです。で高校デビューはこう明るくなるとか、そういうイメージが強いです。今まで中学校まですごい元気だったから、もう疲れるから高校ではもういつも本を読んでよとか、もう静かにしてよっていうのは、ちょっと元気なくなってるイメージで、デビューとは言わないです。あまり元気なかったのが元気になる、明るくなるというイメージがデビューです。はい。ですのでこれする人多いです。高校デビュー。高校デビューしたねとか言ったりします。あの子高校デビューしてる、高校デビューしたんだねとか、まああります。でもはっきり言わないですけどね。やっぱり自分の中の問題ですから、自分は高校に行ったら変わるんだ、よしってね、新しい制服だし、新しい世界だし、よし部活も頑張るね。部活知ってます？部活は学校のね、勉強が終わった後、授業が終わった後に、スポーツをしたり、スポーツをするクラブに入ったり、楽器を演奏するクラブに入ったり、絵を描いたりとか、いろいろありますけど、そういうグループ、スポーツとか運動とか、またはそういう芸術的なことをやるグループ、学校のみんながね、それが部活ですね。部活もすっごい楽しいですけどね。はい。ですのでいいですいいです。今までは例えば中学校までは何もスポーツやってなかったけど、それじゃダメだ。で高校になったら絶対にサッカーをやるんだって言って、サッカーだって言ってイエーイって言って頑張る。サッカーをやったら女の子から人気が出るかもしれないと思って、イエーイ、俺やったことないけど、サッカーやったことないけど俺サッカー部に入る。それです。はい。高校デビューです。頑張ってください。そういうことです。はい。ですので、こういう言葉がある。
高校デビュー、大学デビュー、社会人デビュー、仕事始めるってことですね。大学を卒業してとか高校を卒業して会社に入る。でそこで社会人って言うんですけど、社会に出る人、社会の人ですね。社会人デビューあんまり言わないですね。やっぱり社会人、会社で働くって頑張るぞとかイエイっていうんじゃないですね。会社の中のルールに合わせて山田部長おはようございますとか、今まで髪の毛ピンクにしてたけど、大学生の時までピンクにしてたけど黒にしなければいけませんってね。だともう全然ピンクだったんで黒ってね、うわつまらない、みんなと同じですから、デビューじゃない。残念ですね、残念ですね。はい。ですのでだからかな、多分言わないですね。社会人デビューってあんまり聞いたことないです。だけど高校デビューとか大学デビューはちゃんとある言葉ですね。でこれもう私はもちろんね、高校生でもないし大学生でもないし、もう遠い昔の話ですけど、今この言葉を見るとすごくいいですよね。なんか可愛いですね。頑張るぞ変わるんだって言ってね、4月から新しい世界だって言って自分をプロデュースして変えていくという、なんかイメージするだけで可愛いなって思います。はい。ですので日本人はね結構こういう風にして頑張ってます。はい。そういう高校デビュー大学デビューしてる新しい1年生をきっと皆さんは4月というとよく見ますよ、街で。ですので頑張ってって頑張れって心で思ってあげてください。はい。ですのでこういう人もね、キラキラした楽しそうな人もいれば、昨日話したみたいな浪人とか留年とかドーンってうわーって何が大学デビューだ、何が高校デビューだっていう人もいるという、それが日本の4月です。はい。面白いですね。そうなんですよ。ですのでぜひお話ししたいなと思って今日テーマにしました。はい。皆さんの国でも高校デビュー大学デビューありますか？ありそうですよね。でもどうなんですか、特に大学とか本当日本だと自分しかこの学校にいない、高校の友達誰もいない、誰も私のこと知らないからだからデビューできますっていうこと多いんだけど、みんなの国だとどうですかね。大学行っても高校の友達5人いますから、知ってるよ、私のこと知ってるから、急になんか今まで髪の毛すごい短かったのに急に長くして、急に髪の毛こんなクルンクルンクルンとかして、なんか可愛い女の子みたいなスカートとか履いたら、なんかどうしたの気持ち悪いよ、なんか前と違うよって言われてしまうとか、デビューとか無理です、できます、そういうことできません、変って思われるとかありますか？なんかぜひ知りたいなと思います。これ国によってねいろいろあると思うんですよね。そうそうですのでぜひメッセージで教えてください。楽しみにしてます。聞きたいです。はい。ではでは、今日はこんな高校デビューの話しました。はい。ではではですね、今日こんな話してますけど、私はちゃんと日本語を教える教師です。はい、安心してください。はい、教えることができます。はい。教えて16年目かな、今年16か17か、だいたいそのぐらい。はい。で、だいたい3000人ぐらい、外国の方に日本語を教えてきてます。はい。それはあいうえおかきくけこからですね。はい、どうやって書きますよってね。はい、もうやってます。楽しいですよ。でもはい。とかそういうのもやるし、 JLPT N1 も教えるし、仕事の日本語も教えるし、もういろいろやってます。もう16年とかね教えてれば、もういろんな人、いろんなレベルの人をもうはい教えてきてます。はい。教えれば教えるほど私もすごく勉強になる。そして日本語って難しいんだけど面白いなってやっぱり思います。はい。なんか日本語って難しいけど人気の言葉
が世界で5番目とか、なんかそんなのをちょっと、はい、なんか聞いたことあります。すごいですよね。難しいけどやりたい言葉みたいですね。嬉しいです、それは。はい。でもね、本当面白い日本語って。変なこともあるけど、でも変も面白いですよね。変って面白い。そうそう。ですので、面白いなって思いながらぜひ勉強してほしいし、面白いなって思える授業を私はするように心がけてます。気をつけてます。はい。ですのでぜひよかったら私のオンラインレッスンでもっともっと深く、本当にちゃんとしっかり勉強できますので、見てほしいなと思います。今日はね、変な高校デビューとかそんな話をしてましたけど、はい。では、そのオンラインレッスンのリンクはここに書いてあるんですけど、これ書くの皆さん大変ですから、今日の YouTube ビデオの下のところにリンクがありますので、リンクからクリックしてジャンプしてください。ホームページ見てください。はい、おっとっと、おっとっとっと。で、例えば、私のビデオレッスンがあります。皆さんが時間がある時に、YouTube みたいに何回でも繰り返して見ることができる勉強のためのビデオです。はい。それが例えば読解が、例えばこれがあります。読解の N2 のクラスと N1 のクラスありますので、 JLPT の読解ね、やっぱり難しいので、これをまず作りましたので、ぜひ皆さん使ってください。そして、今新しい読解のクラスをもう開いています。もしかしたらこのビデオ今見てくださってる時、まだホームページできてないかもしれないんですけど、もう今週中にはできますので、はい、はい、ぜひ使ってください。そうですね。読解ってですね、やらなければいけないことたくさんあるんです。そしてやらなくていいこともあるんです。それは意味ない、やらなくていいとかいろいろあって、大体皆さん勉強のやり方を間違えています。だからできないです。はい。ですので、それがね、できるようになってほしいので、ビデオを作ってますから、ぜひ使ってください。これですね、毎年7月、12月テストありますね。これね、見てね、たくさんの人がこれで合格してますので、ぜひぜひ使ってほしいと思います。はい。で、これ以外にも、文法もそうですけど、語彙とか漢字とか文法とかのビデオもありますので、ぜひ私のオンライン、レッスン、まずはホームページ見てください。ホームページ、今日のリンクのとこね、書いてあります。そしてあと私の YouTube でも、JLPT のこと勉強できますので、ぜひ見てください。この読解の勉強どうやればいいとか、リーディングですね、読解ちょっと読む練習してみましょうとか、そういうビデオもありますので、ぜひ使ってください。ですが本当に大事なこととか、それは私のオンラインクラスでしかわからないです。 YouTube では本当に大事なことは20%ぐらいしか話してないです。あとの80%は私のクラス、オンラインクラスで見られます。はい、ぜひね、お金はかかるけど時間を買う、そして私の知識を買うと思ってお金を大切に使ってくださいね。はい、ぜひぜひこの、リンク見てくださいね。そして私のですね、Zoom を使ったクラスもあります。Zoom は皆さんと話しながらです。本当にリアルタイムで話しながら勉強するものもあります。それは3つあります。1つはビジネス日本語、仕事の日本語と会話の練習、話す練習ですね。とプライベートレッスンがあります。プライベートは、あなた一人で私一人。はい。あとの会話練習とビジネス日本語はグループレッスンです。学生さん何人かいて皆さん友達できます。で、私と一人と勉強しましょう。はい。グループもね、楽しいです。やっぱり友達できるから、世界中の友達できますので、おすすめです。毎週楽しいです、私も。はい。で、プライベートレッスンは皆さんやりたいこと何でもどうぞ。あなたが勉強したいこと、リーディングでもいい、読解でもいいし、会話でもいいし、ビジネス日本語やってる人もいるし、プロナンセーション、発音の練習してる人もいるし、いろいろですね。はい。あとは私が英語とドイツ語が分かります。だからまだ
N5 レベルなんです。全然よくわかんないんです。日本語って人でも、英語で授業したり私しますので、どうぞ使ってください。ぜひね、来てください。全部いろいろ詳しくはこのホームページ見てください。ホームページ、今日のこのリンクね、今日のビデオの YouTube ビデオの下のコメントのところに私にメッセージ書いてくれますね。皆さんメッセージのところに私こうリンク書いてありますから、そこからホームページ見てください。あと私の Twitter もあります。 Twitter のリンクも今日のそのコメントのところに書いてあります。 Twitter ってね、X っていうんですね。今ね X でした。はい、見てください。はい、お願いします。ではでは今日ねこんなお話ししました。高校デビュー、大学デビューでした。皆さんの国にもあるのか本当に知りたい。私知らないから、今日全然調べてないです。そうだから皆さんの国ではどうですかっていうのぜひ教えてください。楽しみにしてます。はい、皆さんのメッセージ本当にいつも嬉しいです。読ませてもらってます。ありがとうございます。はい、楽しみにしてます。そして今日ねライブでメッセージ書いてくださった方も本当にありがとうございます。はい、またぜひライブでもメッセージください。楽しみにしてます。では今日はここまでにしましょう。今日もありがとうございました。またお話聞きに来てください。ありがとうございます。